皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1124日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1470名、戦車9両、装甲戦闘車27両、砲104門、多連装ロケット6両、防空システム5機、ドローン157機、その他車両185両、と、後ほどお伝えしますが、前進した面積の割に損失だけが多くなっています。戦線全体では、142回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。スウェーデン国防省は昨年5月に2機供与を決定した ASC890 早期空中警戒管制機について、ウクライナへの移転は予定通り進んでいると発表しました。国防省では安全保障上の理由から詳細は公表しないとしていますが、ウクライナ軍とともに訓練を実施していると報告し、現在相互運用するための F16 の改修を準備していて、運用時期はその改修次第であるとしました。ASC890 は高度6000メートル程度を飛行し、450キロの範囲で1000の空中目標のほか、500の水上目標を識別でき、黒海沿岸からクリミア半島まで独自に監視できる能力が備わります。機体は高速道路から離着陸できるよう小型軽量に設計されているとのことです。2番目。ドイツのシュタインマイヤー大統領は憲法にあたるドイツ基本法の改正に署名しました。これにより、防衛、諜報、サイバーセキュリティの支出について財政規律条項が撤廃され、ウクライナへの軍事支援に30億ユーロ、4800億円、その他国内のインフラ整備に12年間で5000億ユーロ、80兆円を割り当てることになりました。また、エストニアは、ウクライナへの軍事支援を 25% 増額することを発表し、新たに1億ドル150億円の軍事支援を提供し、これは10年間継続するとしています。3番目。そんな中、ロシアの愛国主義者は、ロシアに対して厳しい見方をしています。まず、ロシア愛国主義者のポリンコフは、戦争3年で、ロシア軍は犯罪者の吹き溜まりとなり、囚人とホームレスの組織になった。そもそも、給料のために来る者は、規律や国防意識などなく、職業軍人とは程遠い。実際に、任務の放棄、脱走、略奪、逃亡、白いお薬、アルコールが蔓延していると嘆きました。ロシア下院でも、ロシア軍が犯罪者を採用している危険性に気がつき、ロシア共産党のスレイマノフ副代表は、軍が犯罪者の集団に変貌しつつあることについて、政府の見解を正しました。副代表は、法治国家の基本となる、刑罰の不可避性の原則は破壊され、犯罪者は、積極的に犯罪を犯し、ロシア軍に入隊して刑罰を回避していると批判しました。これに対し答弁した政府関係者は、少数の過激派がいることは事実だが、犯罪者からソビエト議長となり、1917年、ウクライナで反乱軍を指揮したパトコマフノのように立派に戦ってくれると批判を交わしました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、
YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク、ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温11度、最低気温1度。今日の天気予報も曇りとなっています。この方面でロシア軍は23回の攻撃、18回の空爆を行いました。そのうち、ウクライナ側のバシフカでは、ルジアンが4輪バギーを使い、集落西側の工場の占領を狙って、繰り返し突撃を行っています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、4輪バギーの集団が、白昼堂々と工場に突入しようとしているところとなっています。これらの攻撃に対し、ウクライナ軍は、前線にたどり着く前からルジアンを撃退し、その後、運よくバギーから降りて建物に取り付こうとしたところでも、ウクライナ軍のドローンと砲撃により撃退され、戦況図に変更はありません。これを含めて、戦況図に影響のある情報はなく、ロシア軍の奪還作戦は前進につながらず、ウクライナ軍はルジアンの戦力を削っています。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍が限定的な攻撃を行っています。ウクライナ軍は、ボトックスの名前で知られていたロシア軍の指揮官をベルゴロドの地上戦で排除したと発表しました。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、未確認の情報として、ロシアンの軍事ブロガーは、ウクライナ軍は、デミドフカの南とプリレシー付近に陣地を設けていると伝えているほか、ウクライナ軍がロシアン軍の背後に回り包囲したとの情報。この付近で防衛するロシアン軍は1000人しかいないため、突破は時間の問題だなどの情報があります。ハルキウ方面。この方面でルジアンは6回攻撃を行いました。そのうち、ボフチャンスクの東の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが攻勢を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ロシアン側の撮影したもので、地図の場所の家で地下から出てきたウクライナ兵と建物の角からやってきたルジアンが鉢合わせした様子となっています。この場所は、昨年の7月にウクライナ軍が奪還したところですが、戦況図では、再度600メートルの範囲で係争地に更新しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で6回、スバトベクレミンナ戦は22回、シベルスク周辺では5回、チャシフヤール方面でも4回、トレツクの方向は19回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。1番目。ノボリュビフカからイバニフカの範囲のルハンスク、ドネツク州境では、ディープステートプロジェクトがロシア軍の前進を伝えています。そうなると、この場所にいるはずの第19独立ライフル大隊が壊滅的な打撃を受けたか、大きく後退したことになります。ディープステートは、独自の情報源で、ロシア軍の前進を大きく伝える傾向があり、今のところ確認できる情報もありませんので、戦況図では、その範囲を係争地の拡大として表示しました。こちらは、また確認ができればお伝えします。2番目。また、ヤンポリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが東から攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第60機械化旅団のもので、地図の場所にあるルジアンの陣地を観察しているところとなっています。この付近は、昨年11月にウクライナ軍が奪還したところでしたが、戦況図では、この場所まで1キロほど係争地が拡大したとして更新しました。
それ以外については、ここ最近ルジアンの攻撃回数は多いものの、前進につながらず、戦況図に変更はありません。シベルスク周辺。この方面では、ルジアンの活動が活発化していて、主に歩兵による突撃を行っています。この方面に配置されているウクライナ軍の国家警備隊のタラン少佐は、ウクライナのメディアで、この方面の戦況について、敵は小規模な集団で攻撃を仕掛けていて、乗用車、オートバイを使い機動力を確保しているが、これらの乗り物はルジアンが自費で購入している。敵の指揮官は、より効率的に襲撃し、生き残りたければ車を購入せよ。もしできなければ、前線まで歩いていけと選択肢を与えていると説明しました。そのうち、ビロホリフカでは、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が機械化攻撃を行い、集落の西側に前進しましたが、誘導爆弾が爆発した後にできた地面の穴に落ち、ウクライナ軍のドローンがゆっくり観察しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この場所まで200メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。なお、それ以外のチャシェフヤール、トレツクでは、ルジアンの攻撃は続いていますが、前進にはつながらず、戦況図に変更はありませんでした。南東部、ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では37回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンが接触線全体に攻撃を仕掛け、局所的に激しい地上戦となっています。この方面に配置されているウクライナ軍の第79空挺大隊のヤヌシュ副司令官はテレビに登場し、敵は午前と午後の2回攻撃を行い、まず砲撃とドローン攻撃を行い陣地を破壊しようとする。それが合図となり、その後バイクに乗って複数の方向から我々の陣地に向かってくると説明しました。1番目。連日お伝えしているシェフチェンコでは、位置情報付きの映像によるとルジアンが集落全体に浸透し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。戦況図に変更はありません。2番目。西側正面のナディーフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が部隊のローテーションを行っていて、この場所がウクライナ軍の支配下にあることが確認できます。ご覧いただいているのは、ロシアン軍の撮影したもので、地図の場所のウクライナ軍の動きを観察しているところとなっています。この付近は、2月にルジアンが攻勢を仕掛けていましたが、最近では落ち着いてきたようです。戦況図では、この場所までウクライナ軍が奪還したとして更新しました。3番目。一方、スリブネの南の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが郊外を前進しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第35海兵旅団のもので、地図の場所にやってきたルジアンを観察している様子となっています。この攻撃は撃退されましたが、戦況図では、この場所まで、係争地が拡大したとして更新しました。コスティアンティノピル方面。ベリカノボシルカ方面。この方面では陣地戦に移行し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。今日もロシアン領内で不審な出来事が起きています。1番目。前線から900キロ離れたサマラでは、午前4時頃に、チャバエフスクの爆発物製造工場で爆発があり、映像では音しかありませんが、ドローンが飛行する音と爆発音のようなものが確認できます。2番目。また、ロストフナドヌーでもドローン攻撃があり、こちらは詳細は不明ですが、地元当局は、
ドローン6機を撃墜したと主張し、映像では爆発音のようなものが聞こえます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは3回攻撃を行いました。カミアンスケ方面。そのうちマリシェルバキの西の郊外では位置情報付きの映像によるとルジアンが境界森林沿いに前進を試みました。ご覧いただいているのはウクライナ軍の第65機械化旅団の浪人部隊のもので、地図の場所を観察している様子となっています。戦況図では、この場所まで、ルジアンが500メートルほど前進したとして更新しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するTwitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。